はい。久しぶりなんですけど、はい。今日は84年、1984年、84年だって。84年のシボレ C10 はい。のエアサスを組んでるはい。はい、エアサスペンションですね。目的は、シャコタンです。はい。何しろ低くするという目的で、84年シーズン、これもう映ってるね。はい。映ってるよね。映ってます。はい。で、ベッドがこっち。はい。ベッド2台。2台ですね。フロントセット。今わかりにくいのかな。ここにエアワックが入る。ちゃったんだけど、ドアブラケットです。ドアブラケット。はい。これはアッパーアッパーブラケット。書いてます。そうなんですね。まだつけてません。そこの間に。はい。ロアとアッパーが間にエアバッグが。はい。で走る高さがこんな感じで、車高が落ちるとシュルシュルとこんな感じはい。で走る量が上がる。上下はこんな質問ありますか？なんか難しい点とかはあるんですか？難しい点ですか？はい。難しい点ですね。難しいのは結構ポケットがちっちゃい、車の割には。そうですか。なんかパッと見た感じはバッグ入りやすいのかななんて思っちゃいますけど、実際やってみると。うん、そうですね。結構ちっちゃいですね。一はあ、このこれ大きいやつ、大きいのをね入れたかったんだけど、入らなかった。入らない。ちょっと大きいのが入らなかったもんで、スペース的なやっぱり。これぐらい下がる。あとはこっちの方が。それは7インチと6インチね。バッグの大きさですね。はい、車両の重量がかなり重い場合は、7インチのが有効なんだけど、言い方あれだな、まあ低いエア圧でも上がるっていう。はい。まあその7インチはビッグブロックの時とかフロント荷重がすごく重い時はいは絶対7インチじゃないと。はい。スモールブロックの場合はだいたい6インチでも上がっちゃうんだけどね。はい。その通常使うエア圧がおそらく
80psi、100psi あたりと、60psi あたり。はい。PSI わかんねえよな。まあ、空気の空気の単位、圧力。圧力。こういう感じです。じゃあリア。はい。リアはまあ今ぐちゃぐちゃして分かりにくいんだけど、はい。まずこれステップノッチ、はい。ステップノッチ、まあ車高を落とすということはアクスルが上がるっていうね。はい。アクスルが上がるってどういうことなんだろうと、ロワードとしての限界が、おそらくアクスルが、フレームにヒットするまで、はい。それ以上物理的に上がらないんで、はい。その限界を突き破るために、ステップノッチ。はい。もともとのフレームがこのこの今切り取ってるところで一辺残ってるけど、ここにもともとのフレームがある。はい。ですね。で、これがじゃあどうなんだというと、ガスがあるのか。こういうことで、だいぶ違いますね。そうだね、これはフレームが確か115ミリだったと思うんで、ちょうど今フレームなくなってる値だから、一般的なロワード限界からさらに、4インチ、約4インチのロワードで、おそらくほぼ地面につくのではないかはい。というこ地面に最初につくのはどの辺なんですかね。と。多分この車の場合はそのガソリンタンクだ。はい。が設置するんではないかという。そうだね。ただ、今フロントをやってるんだけど、はい。フロントも、落ちる最低点を見つけて、例えばフロントのタイヤの真下の部分とリアのタイヤの真下の部分を、線で結んでやると、それが地面であろう。はい。わかりますか？はい。わかります。見てる人わかるかな。まあそういうことなんです。一番落とした時の想定を糸でやるっていうことですね。そうだね。で糸がそこを上回れば、ガソリンタンクを上回れば、ガソリンタンクを上昇させるでしょ。はい、その加工も入れていく、さらに落とすために、ガソリンタンクも上昇させるってことですね。まあ上昇させるか別のガソリンタンクにするか、はい。はい、いう感じですかね。
まあ、荷台に積んでる人だったりもいらっしゃいますよね、ガソリンタンク。そうだね。で、これがこうだから、で、大体ね、走る高さはどうなんだろうね。走る姿勢は、おそらくこの辺ではない。もうちょい高い。平行ぐらい。走るときに、今ちょっと落ちてるけど、走るときにだいたいアームが水平、なぜ水平かっていうと、サスペンションは上下運動すべきもの。はいはいはい。上下運動、道路のギャップやなんかに対してサスペンションは上下に動く。はい。これが例えばもっと高いところで走ろうとすると、アクスルはこういう運動になっちゃうね。そう前後運動が入ってしまうってことですよね。そうだね。前後運動が入ってしまう。はい。なので、これホーリンク化してるんだけど、はい。ホーリンクは、走る時の設定が基本に、走る高さが基本に。ポイントですよね。このライドハイトがそのリンクがまあ平行でまあ上下に動くところがそうだね。設定目標というか。もともとの足回りはリーフなんですか。もともとの足回りはリーフスプリングだね。リーフスプリングですかね。リーフスプリングはその辺にほかってある。板バネですかね。板バネだね。はい。しかもちょっと改造されてて、リーフスプリングがですか。はい、リーフスプリングっていうか、その元も、リーフスプリングはまあ一生懸命落としてたんですよ、はい、この人。はい。おそらくホイールベースが短くなってるんじゃないかな。はい。おそらくホイールベースが短くされている。されていたっていうことですかね。はい。いたんではないかと。はい。俺の推測だけどね。はい。で、このリンクを設定するときにホイールベースを20ミリ長くします。その短くされているんじゃないかと想定されるスイッチ分後ろに戻したということですね。リンクを設定するってことは、こちらで任意にホイールベースを決められるってことと一緒なので、はい。そうなんとなく勘で長くしました。どんな加工で車高が落としちゃったんですか。もともとは簡単に、フリップって言うんだけど、また難しい言葉が出てきちゃうんだけど、クリップ、フリップ、はい。リーフスプリングの上に、アクスルがついてる車が多いんだけど、はい。この時代のやつは、リーフスプリングの下にアクスルがついてる。はい。で、はい。それをひっくり返してた。はい。ひっくり返してる。それをフリップっていうんですか。フリップっていう。はい。でフリップすると大体リーフスプリングの下にあるものが上に来るもんで、はい。ロワード値がすごい高くなる。はい。はい。じゃあそのフリップキットみたいなのが、ね、ついてたわけよね。はい。でなんで俺が20ミリ長くしたかというと、これか捨てちゃったな。これがそうラジオが切るんですか。埋もれた記録を掘り起こやば。これこそこうなの。その
これがまあ、なんかな、なんていうか、要するにリーフ、ここのセンターにあるじゃん、ノックピンって、はい。このノックピンがなんかちょっと、意識してずれてるんだよ。はい。ずれてますね、センターかうん、で、ああそういうキットなんだなとら。はい。思って、プロペラシャフトを外そうとしたら外れねえんだな。外れないっていう意味は、これ今俺が並べしてるんでなんだけど、これって要するにこいつが取れない、ボールが取れないのは距離がもう近いとここを乗り越えないんだよ。あ、はい、はい。わかります？なんとなく、わかりました。領事でも多分分かりにくいから、見てる人は非常に分かりにくい。まあ、そうですね。可動幅、本来は外れる可動幅分前に出ちゃってるそうそうので、外れないってこで、そうなるとこいつは、あそこのセンターベアリングの軸を押すことになる。と。はい。はい、押すことになる。で、そのまま組めばいいんだけど、はい。はい。誰がやったか知らねえやつなんだけど、はい。これエアサスペンションにするってことはアクセルが前後動するっていうことですよ。すみません、僕アクセルが前後調整できるっていう。前後に動いてるんですよ、常に。はい、はい、はい。はい、はい。そうリンクの構造上。構造上動いてる。はい。リーフスプリングはどちらかというと上下に動くけど、はい。リンクはこう書いてしまはい。う。で、おそらくそのまま組むと、プロペラシャフトがエンジンを押す、ないしはセンターベアリングを押してしまう結果になるだろう。はい。これ俺の推測ね、これも。はい。で、ホイールベースを20ミリ交代させた。はい。わかる。リーフスプリングではこいつはだいたい真上に向く。はい。ところが、リンクの場合、リンクモーションの場合、こう書いて動くので、はい。ここを視点にということですね。で、大体今ライドぐらいですんだけど、ここが一番ホイールベースが長い。はい。で、モストローとモストハイは、ロアリンクに傾斜がつくので、短くなる。そうですね。はい。そのミッションまでの距離っていうか、どこの距離って言えばいいかわかんないですけど、そうですねはい。今日は結構難しい話なんだけど、まあその多少なりともこう押し引きっていうか、まあライドハイターから比べればアッパー一番上と一番下はちょっと押すよっていうことですよね。俺の経験上は、アームが短くて激しく上下動する車だと最大で2センチぐらい移動するので、はい。そうですね。まあそういう組み方で、あとはこれをまあ後ろとかから見てもらうのが分かりやすいかな。トライアングルっていう組み方です。まあその4リンクの種類、フォーリンクの組み方だね、トライアングル。はい。
トライアングルっていうのは、中央が三角形をあ、ここの真ん中のう方のが三角形だからトライアングルですね。そうだね。はい。で、通常トライアングルっていうのは、大体こう組まれる場合、こう、こうっていうのが、一般的。はい。こいつは俺はよく使うんだけど、逆トライなんで、逆トライアングル。はい。逆トライアングルにする理由があるんだけど、はい。まず GM10 ってデファレンシャルはい。で、この年式あたりもそうで、まあシボレ結構そういう傾向があるんだけど、フレーム幅が狭いんだよ。ああ、なんかそう言われてみるとボディに比べてフレーム幅が、ボディに対してのフレーム幅が非常に狭いと。はい。で、GM10 の特徴として、特徴っていうか構造ね。このデフの、このギアの入ってるんですね。はい。こいつが鋳物、はい。はい、鋳物なんですよ。鋳物なんですか。はい。で、鋳物は溶接するとちぎれる可能性が非常に高い。まあ、鋳造よりもちょっと強度的に、っていうかね、鋳物って基本溶接しちゃいけないから。はい。はい。で、ということは、リンクを組むにしても、この部分しか狙えない。ああ、本当ですね。その溶接点がもうそこしかない。ここしかないっていうはい。考え。はい。そうすると、こっちからのトライってこう成り立たない。はい。角度がもうほとんどつかない。はい。それで、中央こっから車両中央からここにアッパーアームを作って、角度をつけるはい。という感じです。はい。他にはそのフォーリンクの種類っていうのは何があるんですパラレル。か。はい。パラレルはここに上下平行にあ、はいはい。つそのって並列っていうか。平行、まあ平行だからパラレル。はい。スキーのパラレル。あ、はい。パラレルってこう何ていうかな、スキー板が2本平行になる。はい。で、そのパラレルの場合は、左右規制できないので、はい。パンハードバーっていうのが、パンハードバー、ラテラルロッド、はい。そんな言い方のものが横に伸びます。はい。まあ大体で言えば、こっからここを結ぶとか。あ、トライアングルはこの斜めにすることによってその横の横規制。横規制も入れれるっていうことですよね。で、パラレルは、真横に、リンクを這わせて、左右規制をするはい。ことなんですが、ちょっと大きくはその2種類なんだけど、はい。まあ他にワッツリンクとか、何種類かあるんですけど、他にも大きく言うとパラレルとトライアングル。パラレルとトライアングルしかないと思うんですよ。
ワッツリンクとウィッシュボーンがあるんだけど、こんなことを言ってても多分みんな理解できないしはいはいではい、今日覚えるのはとりあえずパラレルと、トライアングルで、これはトライアングルの中でもちょっと逆トライアングルというそうだね、逆トライ、そういうことです、まあ、他にもあるんですけど、今日は言わないです。はい、はい、パラレルは、結構いい構造なんですが、はい社交調整には向かないっていうのが、これも俺の論理なんですけど、あ、そうするともうトライアングル最高みたいなことで、トライアングルが組みやすいかな。僕はあと、やっぱりラテラルロッド入れるとどうしてもタイヤが左右にこうそうですね上下動するときに動くっていうイメージが、さっきの言ったことと一緒で、リンクを使うとアクセルが、前後に動いてしまう。はい、これでパラレルの場合は、左右に動いてしまう。左右に動いてしまう、はい、これも最大で2センチぐらい。はい、だもんで、あとね、上がる途中とか、上げてる途中とかはエアサスが空気を入っていくところ、抜けていくところ、これはバネレートが非常に弱いので、パラレルの場合片側を引っ張っちゃう。難しいですね。難しい。片側を引っ張っちゃう。片側何の片側を引っ張っちゃうんですか。例えばこっからここに、ラテラルロッドがある場合は、アクセルがだいたいこう斜めに、はい、はい、それはここに抵抗を与えてるもんね。ああ、はいはい、まあシンメトリー、左右対称じゃないですもんね、こっちこっちはデフについてこっちはフレームについててっていう、でそれがエアサスの場合特に片側を引っ張っちゃう傾向があります。はい、やっぱりそうだね。上下動する時の、バネレートが低い。上下動するとバネレートが低い、はい、あんまりわからない。わかんない。引っ張っちゃうからバネレートが低いっていう。違うな。違う全然違うな。一番低い時と上がりきった時は平行に揃う、多分。ないしはエアバッグがパンパンになると平行になる。はい、まあでも理解できる人にはできる話なんですよね。ちょっと僕今のではちょっと理解できなかったんですけど、バネレートが低い。ていうか俺の説明がおかしいのかな。走行する時ってエアバッグって柔らかいですね、割と。パンパンに貼ると硬くなるんだけど、柔らかい時って、抵抗を与えられてる方が伸びにくくなる。まあはいはい。これでわかるか。はい、なんとなくですけど、左右バランスがトライアングルとかよりも悪いっていうか、そうだね、片方に力がかかりやすいんで、バッグが柔らかい時に引っ張られちゃうっていう意味かなと思ったんですけど、バネレートっていうのは違う言葉で言うと何ですかね。バネレート、バネの硬さ、スプリングの硬さ。なので空気が入ってない時に引っ張られて硬さが左右非対称になってしまうっていう意味でいいんですかね。片方に常に負荷をかけちゃう。
はいコイルオーバーとか、普通の、コイルスプリングの場合はさほど問題がないが、エアサスの場合、エアサスの、上がり途中とかでは常に傾く傾向ライドハイトとかでちょっとその左右のバネレートが変わってしまうっていうイメージで、がそうだね。ですよねはいそうそう、はい大体パラレルが向かない理由を今話してそうですねるんけど、はいもう一つは長車コタンって大体外側に厳しい。長車と外側に厳しい、はい、外側に厳しい。フェインダーに当たっちゃって爪を曲げてくれとか、まあはい、はい、よくそういうことを言われる。大体は外いっぱいになる。タイヤがつらつらのがかっこいいみたいな、そうだね。はいところがこれが一番低い時にアクセルが例えば2センチ移動します、はい横に2センチ移動しちゃいますはいと。で走る時はよくてまた一番高い時にまた2センチ移動するとすれば、はいトライのがいいんじゃないか。はいトライは曖昧ではあるが中央を常に維持する。はいはい、そうですねこれぐらいなんですけど、これぐらいですかこれぐらいなんですが、はい今日ちょっと難しいので、はいよかったんじゃないですかね。非常に分かりやすいところと難しいところがありましたけど、まあ、足回りを作るっていう話だから難しいとこたくさんある。そうですね。誰でも分かって作れてるものではない。はい現行車のリアの足回りだとどういう構造が多いですかね。マルチリンクとマルチリンク、マルチリンクとか、リアもウィッシュボーンだったりとか、リーフスプリングはまあトラックだけだから、もうそうです。あとフォーリンクは結構あると思軽自動車だとラテラルロッド入ってるうんそうだね車多いですよね。うね。あれはマルチリンクですかね。いや、あれはね、やっぱりフォーリンクかな。フォーリンク、か、3もあるかな。ああはい3っていうのはロアーとラテラルですね、はい、あるかもしれないですね。そうですね。であとはまあフォーリンクにするっていうのはこうやってロワード限界を伸ばすっていう意味と乗り心地が乗用車的にある。はい、まあリーフスプリングよりやっぱりちょっと高級感があるというか、なんていうんですかね、構造上は難しいイメージありますよね。まあリーフスプリングはあれ要するに貨物基本は荷重に強いので、はいトラックだったら荷物積むからはいまあカスタムの人は荷物積まないんで、はいそうですね。乗り心地と車高が落ちることを重視してっていうことですね。そうですね。はいこれ今大丈夫かなんかギリギリ通ってるよ多分じゃあ俺ここに当たるかなっていうのがちょっとああ、はい大丈夫じでもちょっと切ってありますよね。ゃん、じゃあもうギリギリになるって予想してあらかじめ切ってあるんだけど、この今のこの組み方って
アパトロアがだいたい長さがそんな変わんないので、はいこれまた余計難しいこと言いますけど、はい。ピニオン変化が極めて少ないはあーちょっと難しいですね。ず、はい、ピニオン変化が少ない。はい。ピニオン変化ってデフの角度が変わらねえってことなんだ。俺が言ったらあデフの角度が変わりにくいですよ。はい。でデフの角度が変わりにくいってことは、このクロスを加えてるところが比較的高くなるってことだから、こういうところに当たる可能性が高くなる。もうちょっとデフがお辞儀してもらったりした方がいいんですかね。難しい基本はお辞儀すべきじゃないね。お辞儀すべきじゃないんですか。ロワードしてるとお辞儀するっていう人が多いんだけど、まあ大体バカみたいにお辞儀してるやつが多いよね。はいはい大体は。はい。この構造はなんていうかな、こういうものであるらしい。平行でいいらしい。あ、うん。そうなんですか。はい。じゃあお辞儀しなくていいんですね。お辞儀しなくていいと。はい。片側だけまっすぐっていうかまっすぐで片側だけ曲がってると、そっちに負荷がすごくかかる。お辞儀する角度のことをさっきの何でしたっけ。ピニオンアングピニオン、それのことでいいんですよね。ル。うん。はい。ピニオン。でもそんなに必要ないものなんじゃないかっていうことですよね。本来そんなにピニオンアングルが急激につけるようなものではないっていうそうだね。ことですよね。はい。まあ一般的なロワードではピニオンっていうかアクセルは大体は下向くよね。まあ例えばリーフとかだと下向いちゃうもんなんですかね。うんリーフで車高を落とし、リーフスプリングで車高を落とした場合、下向かない。リーフスプリング下向かない。一般的なロワードっていうのは何のことを指してるんですかね。下向くっちゃ向くか。なんかリーフだとなんかちょっと暴れるようなイメージっていうんですかね、こうあるんですけど、そうだね。あんまり均等に、その時点で、リーフスプリングがくにゃくにゃなやつ、はい。まあ、くにゃくにゃな時点で下向くかな。まあ車高を落としてるっていうとちょっと抜いてたりする方が多いんで、でそうどうしてもこう暴あれる。とは、角度付きを選ぶ人が多いじブロック、ゃん。ブロック。お辞儀させていお辞儀くさせてるスタイルですね。うんはいはい。でお辞儀させてるのはここがまっすぐにしたいってみんな思うわはけでもどうもそれは間違ってるらしい。いはい。平行でいいものなんじゃないかっていうのが。そう平行でいいの。ただしこのボールジョイントに、曲がり角に限界があるじゃんね。はいはい。ボールジョイントの曲がり限界に到達しちゃうんだったら、角度は少しついてた方がいいかな。ボールジョイントに曲がり限界が先に来ちゃうとカクカクカクってなっちゃう。はいはい。でそうしたらロアームのごめんなさい、どんどん難しい話になってくるんだけど、ロアームを長くロアームを長くしちゃう。ですよね。はい。うん、でこれね、俺全部だいたい10ミリぐらい伸びてる状態を作ってるんですよね。はい。調整幅ですかね。でこれなぜかっていうと、まあそんな短くすることはめったにないんだけど、こっちを例えば5ミリ短くします。こっち両方5ミリ短くします。はい。で、ロアアームを、5ミリ長く長くします。はいそうするとこれお辞儀する。はい。
お辞儀させることもできるようにしてあるっていうことですよね。もうそうだね、はい、だから、こいつらは全部、ピニオンアングルを動かすための、はい、そうですね。私はさっき俺がホイールベースを伸ばしましたって言ったでしょ。ホイールベース、はい、ホイールベースもそうですね。ホイールベースもある程度は調整できるよね、よかったんじゃないですか。まだありますか。長すぎるからどっか切っとけよ一回じゃあ今回はこれでC10の、次ははい、次は多分ギアのエアバッグとアブソーバーが設定された状態、はいはいだな。あとはおそらく車両ができてどこまで落ちたかっていうあ、はのを見てみるといいと思いますけど、い、わかりました。じゃあ次回も楽しみにしてます。はい、それではありがとうございました。はい